皆様こんにちは。こんにちは。アーシングジャーナルです。ご存知の方はいるかと思うんですけれども、カナダで1988年の古いアメ車をゲットしまして、このアメ車で3ヶ月間カナダをロードトリップを終えて、できたらサンディエゴの方まで西海岸の方をロードトリップしていって、いろんなサーフスポットを巡ってサーフィンしたりだとか、ハイキングしたりだとか考えております。4月、5月、6月本当は1ヶ月ごとアップしたかったんですけどできなかったので、ちょっとね軽くまとめて YouTube の収益がいくらだったかっていうのと、それぞれ1ヶ月にかかったお金の詳細についてこの動画で詳しく紹介したいと思います。僕らはこのね約3ヶ月旅を共にしてきた僕たちの愛車であり家であり仕事をずっとしてるオフィスであり、このねバンを紹介していきたいのと、その後に各1ヶ月ごとにかかった収支を公開していきたいと思います。はい、僕らすごい細かく収支公開するのは、これからバントリップ始めたいという方にも、参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、まずねこのね1988年製 Dodge Ram B250 です。カナダのバンクーバーから車でね1時間半ぐらい行ったところのねチリワックっていうところで買ったんですけど、エンジンはオリジナルそのままなんですけど、トランスミッションって言って、エンジンのギアですね、ギアは全部作り変えててほぼ新品みたいなものなんで、それが大体きっかけとなって購入しました。トランスミッション作り変えるのに30万ぐらいかかるので、それも作り変えてあってエンジン的にはもう OK で、他ちょっとした不具合とかはあるんですけど、全部トータル70万で購入して、で今までね3ヶ月旅してきたんですけど、機械的には全く問題なくここまで走れてこれてるので、すごいいい投資だったかなというふうに思います。それではね中見ていくんで、Come on Come on in。ですね、こんな感じが僕のねコックピットになります。コックピットですね。でね、この辺はね古いバンなんで全部こういうワイヤーとかむき出しだし、これが前のねフードを開けるとこだし、これねサイドブレーキだし、これブレーキリリースだし、オートマチックなんでブレーキとアクセルでこんな感じでね、すごいねクラシックなねオールドバンなアメ車なんですけど、この辺は全部壊れててスピードが何キロ出てるかわからないし、実際走行距離が何キロ走ってるかもわかんないです。でガソリンメーターは上まで入れると8割のとこで針がストップする感じで、下はちゃんと動くんで、大体それで自分たちがどんぐらい使ってるかなっていうのは計測できます。電気系は壊れてるんで不具合があったりします。左ウインカーがつかなかったり、あとはクーラーももちろんクーラー使えないですね。クーラー使えない代わりにこのねファンがあるんですけど、シガーソケットで入れると回り出すというね、ほんとベーシックなインサイドになりますね。で窓も壊れて、一応これビーってできるんですけど、手でこうやってガーって押しながらじゃないと下がらない。本来ここのパネルも赤いものがついてて、木目調のものがついてたんですけど、それも剥がしてあって結構むき出しな状態になってるという感じですね。スピーカーも使えるし、これがね僕たちの旅の相棒ですね。お守りです、はい、とてもお世話になったファミリーの子供たちがくれたぬいぐるみをお守りとしてフロントに飾ってます。はい、で本当はねこの上のところも DIY をしてちょっと収納ができるようにねしたいんですけど、ちょっとそんな時間とお金の余裕がなくてこのままになってます。はいはい、じゃあ続いて後ろに行きましょうか。はいはい、ではね僕たちの、我が家を紹介していきます。こんな感じで、昔ならではの、観音開きみたいなクラシックなアメ車のバンには特有の感じですね。全部フロアもあって、こういうキッチンキャビネットとか棚とかベッドとか全部ついてるんですけど、元この後ろ全部空っぽで何もない状態でした。そこを2週間かけて僕らで床張って壁張って天井張ってみたいな感じで作ったので、その動画は別の動画にまとめてるんでこちらチェックしてください。ではね、これね僕らのキッチンスペースとなるんですけど、これシステムキッチンで、こんな感じではい、たまにこういうことが起きますね。ちょっとね中がまだ整理しきれてなくて溢れ出てくる時もあります。僕らのキッチンはすごいシンプルで、ガスストーブここでクッキングできるようになってて、で下に収納があって、皿なりフラなり、カットラリーなり、全部ここに入ってるキッチン用具というものは全部ここに入ってて、でこの奥にプロパンガスがついてて、でここからこうやってホースが伸びてるんで、このホースとこのねアタッチメントをつないでここにつなげることによって、ここでね火がつ
使えるというね状態になってます。ここで毎日ね朝昼晩クッキングしてます。続いて棚を紹介します。 DIY のね動画を見てくれた方はわかると思うんですけど、カーテンを開くとちょっとねすごい汚いんですけど、ここがシャワー系のバッグが入ってたり、パスタとか使わない調味料のストックとか、あとここはお菓子とか調味料とか、そういうのがいろいろ載ってるところで、ここは、パックとか化粧水とかのストックが入ってる段ボールになってます。でこっちが服ですね。自分たちの洋服が入ってます。自分たちのといってもね8割方あゆみさんのものになります。あゆみさんは服が多いです。これでも絞ってます。そしてこの左の棚は、こっち一番上の棚が、生活用品のボックスになってます。ハサミとかペーパー類、裁縫セット、綿棒、ウエットティッシュとか、そういったものが入ってますね。でここの2段目は砂糖とか、醤油とかね、調味料系、ここも調味料系です。で一番下は私の、個人的な、化粧道具だったり、洗顔とかノートブックとかが入ってます。棚の上はリュック、あとカメラ類とか、パソコン置いたりとかっていう感じの、ここもね本当は整理したいんですけど、ちょっと収納スペースが足りなくて今こんな感じになってる状態ですね。ベッドの下も、収納スペースがあって、カメラ機材、コードとかカメラ機材のボックスで、これがりょうたのボックスで、あとは下にねテーブル、椅子とか私の、バッグだったりとかっていうのが入ってますね。これがベッドですね。ベッドも一からベッドフレームを作って、でマットレスとかこういう布団とかはいただき物で、やってます。でこれねシングルベッドで2人寝てるんですけど、結構狭くてあっち行ってよみたいなねことよくやってるけど、でも全然快適に寝れるよね。そうだね。問題なく寝れてます。カーテンも手作りで、枕目もねちょっとまだほぐせてないんですけど、ようやく完成した枕目ガーランドです。スタートね、下の方をほぐしたら完成っていう感じですね。これがサーフボードラックです。これも金具で天井からこうつないでカラビナつけて、外すときは後ろのドアを開けて、板を取り出すっていう感じでやってます。今すでにね2本ここに入ってるっていうね、このカーテンあるところから向こうサイドまで10フィートあるんで、普通のロング余裕で入るね。ここがさっき説明したキッチン収納のもう片方側になってて、ここがこうやって開くようになってます。プロパンガス、お米、乾物系でクーラーボックスもあって、冷やす機能はないので一時的なクーラーボックスなんですけど、こういうのもあります。ここを閉めて、普段はここでパソコン置いて編集したりしてます。ご飯食べたりとか、テーブルだねうちら。で洗い物したら、このタオルを引いてこの上に洗ったものを並べて自然乾燥っていう感じでやってますね。で意外とねここのスペース広くて、ここに入ってるのはほうきちり取りだったり必須ですね。こちらでは不審者よけのクマスプレーになりますね。不審者よけの違うか違うか、ベアスプレーですね。ベアスプレーこれシュシュってやるのと、こっちには靴が入ってます。ではあと後ろです。このボックスの中には、ファーストエイドキットだったり僕のバックパックだったり、そこまで使う頻度が少ないものがここに入ってます。でここに水が3つですね。食器洗ったり顔洗ったりする生活用水で、この青いボトル、こっちが飲む水になってます。でこっちがサブのボトルとして使ってて、この3つが基本的になりますね。洗濯物だったりエンジンオイル、ヒーター、バケツとかキャンプ用具が揃ってますね。でこっちの下には札幌一番の醤油ラーメンだったりスパムだったりっていうものがこのベッドの下にまた入ってます。ここには洗濯バサミだったり物干す紐だったりサンダルだったり日焼け止めで、こっちもそんな感じのトングだったり、これでねキャンプするとトイレありません。どうやってトイレするかっていうと、これでねこれをワンワンです。これワンワンしてプリプリってやってここでプッとねしてシャシャって埋めるんですよ。これ我々のトイレ。皆さんねバントリップするならベッドとかなくてもいいんで、シャベルだけはねしっかり持っといてください。いやダメだろ。上もあるんですよ。2階建てのお家です。ラックを最近インストールしたんですけど、2つボックスあって、1つには外でもシャワーが浴びれるように黒いね袋を買ったんで、ここに水を入れておけば太陽光をすごいいっぱい吸収して中に入れてある水が温まりますよって、だから水があればシャワー浴びれますよっていうものになってます。でこっちのボックスにはウェットスー
ツリーシュコードだったり入ってまして、ここにあるのが、ロングボードのケースになってます。でね、まだねスペースあるんで、これから増やしていこうかなというふうに思ってますが、上に登ってサーフチェックしたり星空見たりいろんなことします。これがね、編集をする上でね、めっちゃ重宝してるパワーバンクなんですけど、イーコフローっていうね、メーカーのものを使ってるんですけど、フルチャージでパソコンが5、6回チャージできます。で、携帯とかだったらもう全然もういくらでもチャージできるんじゃないかってぐらいチャージできて、で、これの充電方法が車のシガーソケットにつなぐか、直接、コンセントにつなぐか。でも僕らコンセントないで基本的には車のシガーソケットか、もしくはソーラーパネルもついてます。でね、この後ろにソーラーパネルもついてるんですけど、最大 140W までね、チャージできて、だいたいしっかり日差しが差してれば、6、7時間で0から 100% までチャージすることができます。だからだいたい僕らは、運転するときは基本的にシガーソケットつけてて、太陽が出てて、のんびりしてるときは外でソーラーパネルを出して、これを充電してるっていう形になります。だいたいね、2日に1遍ぐらい充電する感じで、僕らの撮影機材、ドローンだったり、カメラ、パソコンっていうのは賄えるのかなというふうに思ってます。今日はこの紹介したバンの中から3ヶ月にわたる収支を発表していきたいというふうに思います。最初に各月で合計どれぐらいかかったかで、それぞれの内訳、最後に YouTube の収益を、各月発表していきます。はい。じゃあまず4月合計金額120万4582円かかりました。おー、いったね。結構いきましたね。内訳は食費、ガソリン代、その他消耗品だったりざっくり分けたいと思います。じゃあまず食費、4月は8万628円。バンをまだ購入してない時に外食したりとか、あとはマリアン家にお世話になったのでキンパを作ってご馳走したり、お寿司とかで日本食の材料を買う必要があってお金がかかったりしてます。ガソリン代5万593円。これもね、車見つける前にキャンピングカー借りて、でそこの現地まで行って、で現地で車購入しました。で2台で帰ってきたじゃん。でそういうので倍にガソリン代かかったりしてるんで、こんぐらい行ってもしょうがないかなっていう感じです。はい。続いて車の DIY とかですね。車両の値段と保険、 DIY、 バントリップするにあたってかかった経費、合計95万1138円。これは安く抑えられたんじゃないですか。そうだね、そう思う。まずこの車自体が70万7200円でした。であとは半年間の車両保険5万9617円、これが最低ランクの保険でした。ただ等級があってペーパードライバーの場合もっと高くなるんで注意してください。あ、そうだね、木材に3、4万かかってたり、バッテリーに11万7493円かかってて、この値段になってます。続いてそれ以外のもの、生活用品ね。12万2223円。これが最初のキャンパーバンのレンタル代とか、初日のレンタカー代、キャンパーバン4日間借りて6万5632円かかったのと、初日のレンタカー2万4000とかでしょ。2万6000円かかってて、あとは電話のアプリで6000円かかってたり、フェリー代で1万6000円かかってたりっていう感じ。交通費だね。4月はこんな感じです。続いて5月。こっから本格的に僕らがロードトリップを始めて、フルでかかったあちこち行ったガソリン代と食費が主だよね。ほとんどだよね。合計金額は33万8170円です。おー、このなんか意外といったね。結構いってるね。じゃあ内訳、食費が5万2639円。抑えようと思えば抑えられるけど、いいんじゃない。セイブンフーズでちょこちょこ買ってたみたい。自炊だけど、パンとかミルクとかクリームチーズとか。いやミルクはさ300円ぐらいじゃん。パンで600円だからね、あれ。確かに。セイブンフーズのサワドのパンがすごい美味しくて、めっちゃ美味しい。それに私たちハマっちゃって結構買ってたので、5万2639円いっちゃいました。セーブしないとダメだね。消耗品じゃないもの、8万9490円。5月はこのキッチン収納と棚を作ったので、木材で結構かかっちゃったのと、あとルーフラックとルーフバーを買ったんですよ。そうだ。それがルーフラックが2万円でルーフバーが1万2000円なんですけど、実は
ルーフのバーの方は部品が足りなくて Amazon にそれを言ったら返金してくれたので、1万1000円は実質かかってないけど、一応合計金額に含めてます、あとはプロパンタンクが1万298円かかったり、ウォルマートでテーブルを1万円ぐらいで買ってたり、あとはコーヒープレスとか、棚のネジとかね、そういう感じで、9万ぐらいでかかってます、続いて消耗品合計金額が1万823円、駐車場代とプロパンのリフィルで1600円かかってたり、アラットベイのフェリー2500円、あとは毎月かかってる電話の月額とかアートリストとかで、1万円ぐらいって感じで5月以上です、じゃあ続いて6月の合計金額は19万4685円でした。これも高いな、なんかな。徐々に低くはなってはいるけどまだ高いよな。高い。だって僕らの、計算だと月10万で抑えたいねって話したらそうだね、倍かかってんだよ、ね、かかってますね。じゃあ食費が5万5812円。5万ぐらいでやっぱ落ち着いてんだね、俺らね。トフィーノでね使ってますね。トフィーノでビール買ったり、コリに俺でとんかつ作ったので4600円とか、あとコストコウォルマートとかで結構大幅なまとめ買いとかしてて、ただねこれに関してはその月またいで使ったりもしてるから、ご飯とかに関しては買いだめとかして、だからいいんじゃないか。消耗品じゃないもの、6月はほとんどないですね、6月は合計金額8405円、サーフボードのリペア代と、あとクリスマスのオーナメントを1個トフィーノで買ったので、それだけ、あとミッドレングス買ったんですけど、これは13万2217円したんですけど、個人の財布から出してるのでここには入れてないです。ガソリン代、6万4501円。ちょっと上がったね。そうだね、6月に関してはトフィーノ行ったり、その後ビクトリアの方行ったり、結構ね移動が多かったんで、その分、ガソリン代かかってるかなっていうふうに思います。そうだね、じゃあ消耗品が6万5967円。高いな。これもフェリーが含まれてる。バンクーバーアイランドからバンクーバーに本土に行くのに1万3000円フェリーと、あとは国立公園の年パスを1万6323円買ったんですよ。でもこれもねこの後の動画で出るんですけど、なんとバンフでリファウンドされて、これも返金されるんですけど、一応ここに入ってます。あとはトフィーノの駐車代が1万6117円、これも1年分のパスを買っちゃった方が安かったので買ったりとか、以上です。6月は結構車のメンテナンスとかなんかDIY とかで、かかっちゃったんですけど、多分こっからはそんなにかかる予定はないよね。そうだね、フェリー乗ることもないし、車を新しく進化させることも多分ないだろうし、ご飯とガソリン代だけかな、になるかなと思います。でトータル3ヶ月合計が173万7437円ということで、残り30万ぐらいです。30万ぐらいです。やばいやばいしか出ない。やばい頑張らないとやばい。ここまで来たらサンディエゴまで行きたい。応援してくれてる人もいっぱいいるので、本当にサンディエゴまで動画をお届けしたい。本当にマジでここから本当にサーファーチャンネルとしてオレゴンコーストからカリフォルニアコーストまでのサーフスポットを紹介したり、自分たちのサーフィン上達にもね力を注いだりとね、サーフトリップとして俺らやってるからね、僕たちもねだんだんお金がなくなってきて余裕がなくなってきて、だけどサーフィンがね始まるから、こっからだよ俺らの旅は。そうだね、あとはリクエストいただいてた物価とか、あと治安とかの問題とかもしばらくしたらそういうのも動画に出したいと思ってるので、引き続き応援よろしくお願いします。本当にお願いします。じゃあ最後に YouTube の収益を発表します。4月の収益が、これハワイの出費の動画で言ったんですけど、1万2528円でした。で5月が9952円。ちょっと落ちた。で6月が1万104円でした。なかなかね3ヶ月ぐらい旅して毎日コンスタントに週2本上げてたら、YouTube 伸びるかなと思ったんですけど、意外とね伸びないね。そうだね、ちょっと模索しながらやってる感じだね、まだね。なんか全然動画見てて、なんかここもうちょっと知りたいんだよなとか、
なんかそれだと分かりづらいんだよなとか、全然ネガティブなコメントでももう本当にむしろ助かるので、教えてくれたらすごい嬉しいです。嬉しいです。お願いします。お願いします。あとなんかこういう動画見たいとかね、引き続きコメントくれたら嬉しいので、ぜひお願いします。お願いします。4、5、6の収支は以上となります。はい。発表する前から私たち日頃計算はしてて、やばいあといくらだよ、やばいあといくらだよっていうのをね言ってたんだよね。そうだからあんまり無駄遣いしないように気をつけてはいたんですけど、残りいよいよわずかになってきたので、本当にね気を引き締めてやっていかないといけないなと思います。はい、僕らがねこうやって大体3ヶ月でこんだけかかってるよっていうね指標になるっていうのはすごいこれからロードトリップやってみたいんだよなって人にもすごい参考になると思うんで、もう俺らがあとはゴールまで走りきればまとまるんだよ。そうだね。カナダのロードトリップはさもう3ヶ月もしたからもうある程度なんとなくつかめたじゃん。物価とか、カナダは何が良くて何が悪いとか、で今度はアメリカに来て、でアメリカとカナダを比較してどっちの方がロードトリップしやすかったかなとか、どっちの方がこういう面お金かかったかなとか、やっぱそういうのもね最後動画出したいなって思ってるので、それでねロードトリップアメリカで考えてたけどカナダもいいなとか思ってくれる人が一人でもいたら嬉しいよね。私たちの旅はまだまだ続きます。はい。ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次の動画はまたカナダかな。はい、カナダに戻ります。はい、カナダに戻ります。ここからねまたサーフィンとかバンフナショナルパークとか行ったり、綺麗な映像バンバン撮れたので、ぜひお楽しみにしていってください。お楽しみにしてください。では頑張ります。サンディエゴまで応援よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。